ただいまですね、5月21日23時54分でございます。なんでこの時間に動画を撮ってるかっていうと、こちら見えますでしょうか。さあ、1975の新作ですね、ニューアルバムを12時から聴くためにこの動画を撮っています。僕は Apple Music 派なので、この Apple Music にアルバムが追加されるのを待っています。今が11時56分ですね。で、この動画は The 1975のニューアルバム Notes on a Conditional Form、 放題がですね、家庭系に関する注釈という、日本語にすると面白く聞こえるアルバムタイトルですね。今57分、あと3分待ちます。カップ麺みたい。僕は今実家暮らしの23歳フリーターで、実質今バイト先も閉まってて、ニートみたいな状態なんですけど、今この時間隣の部屋で親寝てて、あんまり大きい声出せないんですけど、頑張って動画撮ります。で、私は先ほどまでですね、こちら1975のボーカルのマシュの電話インタビュー記事を読んでました。はい、ということで12時を回りました。5月22日になりました。金曜日です。では Apple Music 見ています。1975のこちら、ちゃんと入ってますね。では早速聴いていきたいと思います。でもちろん Apple Music で聴くんですけど、イヤホンで聴きます。で、イヤホンはこの iPhone を買った時についてくる Apple 社のイヤホンで聴きます。これなんで日本語なんだろうね。カタカナダサくない？それはいいとして、では行きます。はい、先ほどアルバム全22曲約1時間20分ですね、聴き終わりました。ただいまの時刻です。1時半です。はい、では今からですね、早速聴いたばかりの出来たてほやほやのレビューをしていきたいと思います。レビューというよりは率直な感想を申し上げたいと思います。本当に率直に言うと、このアルバムにはハマれないかもしれないなっていうのが正直な今の僕の感想です。このアルバムに関しては選考曲が6曲ぐらいあって、その中で僕は1曲目の The 1975と2曲目の People、 その2つだけは先に選考曲として聴いてました。で、それ以外の曲はほぼ先ほど初めてアルバムで通して聴きました。去年最初にグレタ・トゥンベルを起用したバックに音楽が流れてる中でのグレタのスピーチっていう1曲目と、かなり激しい曲調の People を選考曲として聴いた時にめちゃくちゃいいなって思って、もう眉間をぶち抜かれるぐらい衝撃受けましたね。1975は今作がフォースアルバム、スタジオアルバムとしては4作目のアルバムで、それまでファースト、セカンド、サードで出してて、で徐々にこう評価を上げてきたというか、スターへの階段を上ってきたわけじゃないですか。マシューはインタビューで僕はロックスターじゃないって言ってましたけど、それで前回のサードアルバムは実際傑作っていう意見が多かったじゃないですか。で、僕自身もかなりいいと思ってて、その次に出る今回の4作目フォースアルバム、どんな景色を見せてくれるんだ、一体どんなアルバム作っちゃうんだろうっていう純粋な期待ですよね。期待がもともとありまして、選考曲の1曲目と2曲目 People を聴いて、本当にすごい
次の高みに行くんじゃないかって思ってて、でさっき聞いたんですけど、聞いてて途中で少し退屈してしまいましたね。僕レディオヘッドが大好きで、アーティストのアルバムを聴くときに、この何作目のアルバムはレディヘで言ったら何々だなみたいな、そういう例え方とか当てはめみたいなことをするというか、なんか頭の中で思ってるんですけど、今回最初何曲か聴き進めていくうちに、OK コンピューターぐらいの、オケコンぐらいの名盤なんじゃないかって最初ちょっと思ってたんですよ。でそしたら途中でエレクトロニカっぽい曲とかも入ってくるというか、曲があって、オケコン飛び越えてキと A なのかみたいなことも思ったりしてて、でも聴き進めていくと本当にいろんなジャンルの彼らが得意とするような純粋なロック調の曲だったり、ザ・インディーロックみたいな曲があったり、ゴリラズの一番新しいアルバムみたいなカリビアンポップっていうんですかね、カリビアンヒップホップ、とにかくヒップホップっぽい曲もあったり、そう思ったら急にアコギが前面に出されてるフォーク、カントリー、そういうすごく落ち着いてる曲が来たりして、とにかくいろんなジャンルの曲が次から次へと来て、正直ごったに感が否めないな、ごったにというかごちゃ混ぜ感があると思いました。レディオヘッドのヘルトゥザシフっぽいなって思いました。レディオヘッドだったら OK コンピューター、キット A を経て、アムニージャックもありますけど、それらを経てどんなアルバムを出したかっていうと、今まで培ってきたことでできるいろんなことをやってみよう、そういう雰囲気を感じました。僕にとってヘイル・トゥ・ザ・シーフは好きな曲がいっぱいあって、曲単位で見るとめちゃくちゃ好きな曲、レディオヘッドの中でも自分の中で上位に来る曲がすごいいっぱいあるんだけど、アルバムとして見ると他の作品には劣るかな。アルバムとしての評価はめちゃくちゃ高いっていうわけではない、そういう立ち位置のアルバムです。結論としましては、曲単体で見るとめちゃくちゃいい曲がいっぱいあって好きな曲もたくさんあるんですけど、アルバムとして見た時にまとまりがないというか、一個のスタジオアルバムを聴いてるというよりは、今までの集大成のようなアルバム、ベストアルバムを聴いてる感覚に近いかなと思いました。聴き進めてるうちにどの曲もクライマックス感っていうんですかね、それが曲自体の要因なのか、歌なのか、マシューの歌い方なのかわかんないですけど、もう終わりの曲かなぐらいクライマックスを感じる曲がすごく何個も続いてるなっていう印象で、前回のアルバムで大団円を迎えて花火が打ち上がって、それで今回のアルバムは例えると映画のエンドロールのような、エンドロールとか思い出を振り返る総集編、走馬灯、そういった言葉が浮かぶアルバムだなって思いながら聴いてました。僕が聴く前に読んでた最新インタビューで、マシューは自分のリアルな人生以外のことから音楽を作るのは難しくなった、実際は何かを語りたいとは考えてない、音を聞いた時に自分の中で最初に湧き出てきたこととか、その音に合う言葉を書いてるだけ、そういうことを言ってまして、今回のアルバムに関してはそのマシューが考えたことを洗練していって曲にするというよりは、本当にマシューが今考えてる感じてること全てをそのまま全て曲にボンと閉じ込めた曲にしたようなアルバム
なんじゃないかなって感じました。いろいろ言ってますけど、最後ガイズで締められるじゃないですか、アルバムが。最後ガイズ聞いた時に、もうこれ最後流れたらもう勝ちじゃん、全てがいいじゃんって思ったけどねただやっぱり曲単位ではなくてアルバムっていう一つの作品として評価すると、僕の中ではそこまで評価が高くないアルバムです。でもさ、アルバムってさ、ちょっと時間が経ってから、何年も経ってから聞いた時にふと、このアルバムってこんなに良かったんだって気づく時ありますよね。なのでこのアルバムもいつかそう感じる時が来るかもしれません。それは僕にも分かりません。1回通しで聞いた現時点の評価を10点満点で言うと 6.5 点です。